皆さんこんにちは。いつもご覧いただき大変ありがとうございます。今日は通潤橋が国宝答申されたと聞いて早速やってきたんです。国宝ですよ。国宝すごいですよね。稀有なことで橋としては初めてなんだそうです。でも来てみて納得。とにかくすごいんですよ。感動しました。で、皆さん通潤橋ってもちろんご存知の方多いと思うんですが、この橋の役割って知っていましたか？私はこちらに来たのは2回目なんですが、恥ずかしいのなんの橋のアーチの部分の真ん中から放水するのは、その放水することで地域の皆さん、あるいは農家の皆さんに何かしら恩恵がある、例えば田畑に水を配っているものだと思っていたんです。そう思っていた人も中にはいらっしゃるでしょうか。今日はまずそんなところを通潤橋の目の前にある通潤橋資料館で案内人の石山さんに詳しく話を聞いてきたので、ちょっと勉強してみましょう。ものすごく興味深いことがあったんです。通潤橋は人が往来するための架橋ではなく、高い大地に水を引く知恵と工夫、そして石造りの高い技術力によって完成された水路橋なんです。ほら見てください。この高い大地は白糸大地、四方を深い谷に囲まれ、昔はわずかな湧き水によって細々とした農業しかできていなかったそうなんです。しかし今から170年前、通潤橋が構築されたおかげで、ご覧の通りの田畑が栄え、住民の暮らしも豊かになってきたのです。頼みの水となる川はこんなにも谷底。さて、どうやって高台に水を引くことができたんでしょうか。さあ、まずはイントロとしてちょっと資料館の方のお話を聞いてみますよ。この地図でいきますと、通潤橋はここにつけてあります。この資料館がここになります。この通潤橋の水は左の大地から右の大地に起こってるんですね。右の大地が水が向かった白糸大地というに水を取っているんですね。これが白糸大地になります。広さはこの通潤橋からこの一番先まで約5キロありますね。一番狭いところでも2キロから3キロありまして、この白糸大地は 8.4 平方キロの大地となっているんですね。当時この中に村が8つありまして、だいたい190家族、800名ほどの人たちがこの大地の中で農業しながら生活をしておりました。江戸時代といったらご承知の通り、米っていうのは経済の中心だったんですね。農家の人は土地と水があればまず米を作るという時代だったんですね。しかしこの大地は広さはこれだけありますけれども、水がなかったんですね。それでしかなく大地では畑の作物を作って、収入は非常に少なくてですね、生活は非常に厳しかったそうですね。それではここにこのような大きな橋を作って、白糸大地に水を届け、白糸大地でお米が作れるようにしてくれた人が時の総長や田安之助という人なんですね。今で言ったら村長さんや町長さんという役の人です。通潤橋はここにつけてありますけど、どうしてこの場所を選んだかと申しますと、この事業というのはこの白糸大地のできるだけ高いところに水を届けてやりますと、水は自然と流量で流れていきますね。高い位置に水を引くためには当然反対側の大地に水を引いてこればなりません。反対側が少なくともこの白糸大地よりも高くなければ水は渡ってきますし、その場所が唯一なんですね。はい、ということで資料館の石山さん、本当に分かりやすい説明ありがとうございました。ということで、架橋場所が決まって当時すでに隣町にできていた江戸時代日本一の大きさを誇る石橋アーチ橋の霊台橋、これを参考に進められていたんですが、予定した通潤橋は霊台橋よりさらに大きいものとなることから、建設会社に相当する石工から断られてしまったんです。種山石工の技術をもってしても無理とな。霊台橋の高さは約16メートル、予定する通潤橋は約30メートルという2倍近い高さに困難を要することは容易に想像できますね。その石工集団は現八代市の種山石工という当時最も高い技術を持った集団でもあって、二さんは根気強く折衝し、折り合ったところが20メートルという高さだったんです。予定より10メートルも低くなるわけですが、これで白糸大地に水を引けるんでしょうか。二さんはどう考えたと思いますか？通水管の原理を活用したんです。具体的には DIY をやっている方はピンときた方もいらっしゃるでしょうか。そう、透明なホースを U 字型に張って水を流してレベルを取るというやり方ですよね。
具体的な分かりやすい実験装置がありました。橋の上には石でできた大きな通水管が3本引いてあります。両方の大地より橋は低い位置にあるので、通水管としては U 字型になっているわけなんです。6キロ離れたところから水が流れてきて、水がめに水がたまると低い位置にある橋に向かって流れ始め、次に水平部分を流れ、水が十分充填されると上に駆け上る。そして一本の水路として白糸台地に流れ始めるんです。ということで、当初計画より10メートルも低くなったハンディキャップをこうやって乗り越えたんですが、6キロ先にある川の水の取り入れ口の工夫もすごいんです。こちらが水の取り入れ口となる円形分水と言います。これは何なんでしょうね。あらかじめ少しの予習はしていたんですが、あまり理解できず、この現場に来てようやく理解できました。この画面右に見える川は笹原川と言います。この水量豊富な川の水をまず円形分水という装置に水を集めて、大きく2つの地区に分けるんです。この2つの地区というのは、この大地の野尻笹原地区、そしてもう一つは通潤橋を通じた白糸台地。2つの地区に対し、簡単に言うと田んぼの面積比で水を配分する必要があるということで、二さんまた考えました。その仕組みがこうです。笹原川から水路で円形分水に取り入れられた水は、川の水面と同じ高さまで自然と吹き上がり、円形の水路に水があふれて、その水を分配するんです。その分配方法についてはこうです。内側の円から外側の円に向かって水があふれていますね。そしてここに仕切りがあるんです。さあ、もう一度図を見てみると、仕切りはこことここの2箇所にあるんですよね。そうすると、この大きな円にあふれ出る水は仕切りによって、例えば一方に 73%、もう一方に 27% というように分配できるんです。比率通りにきちんと双方向に分配する。なんてすごいんでしょう。こういうのって言われてみれば当たり前なんですが、なかなかゼロから発想するっていうのは簡単じゃないですよね。そしてすごいことはもっとあるんです。通潤橋を挟んで総延長17キロにも及ぶ幹線水路も作ってるんです。しかもまたすごいことに、水路の幅は約2メートルなんですが、途中で幅を狭くしたり広くしたり、傾斜やカーブを意図的につけて流れる速さを調節してるっていうからすごいですよね。 Google マップでもこの通り水路もマッピングされていて、福音の大小も見て取れるんです。途中切れてるようなところはトンネルだと思われますね。いや、すごい。ということで、通潤橋の概要と水路についてのインフラ的な部分を見てきたんですが、次は橋としての構造的な部分を見てみましょう。ここにも驚きが詰まってますよ。こちらも資料館に展示されている模型なんですが、大変精巧に作られています。アーチ部を形成している石を Y 石というんですね。両端から Y 石を敷設していって、最後に真ん中に要石と呼ばれる石を置いて木枠をずらしていくというやり方になるんですね。荷重は次々と貝の Y 石に伝わって自然に強固な構造となるんです。そして次は水路に使われた石です。この模型でも分かるように、橋の上に3列の水路が敷設してありますね。そして一つ一つの石はこれです。そして石棺一つのサイズは縦横90センチ、奥行きは30、60、90の3種類、水が通る部分は30センチ四方。通水管の長さは124メートル。この石棺が1列に210本。これが3列にわたって敷設してあるんです。そして最後に通潤橋のすごい工夫をもう一つ。下部両側にはせり出した鞘石垣と呼ばれる、まるで熊本城の武者返しのような反り立った構造で地震や災害に耐えられるような堅牢な構造になっているんです。現に2016年熊本地震の際には水路からの水漏れ、そして2018年豪雨の際には石垣が一部崩れたこともあったんですが、修復可能な範囲で収まったということなんです。修復とはいえ困難を極めたことは容易に想像できますが、当時の設計書通潤橋司法書に従い、漆喰での接着など実際に当時の技術を再現して修復できたとのこと。
さあちょっと堅苦しかったでしょうか。ではいよいよ放水シーンをご覧ください。さあこの日は国宝答申が決定してから最初の放水日、かつ3連休でもあってたくさんの方が見学に訪れてましたね。いや、水の勢いすごいですよね。メディアさん、見学の方すみませんが、ちょっと消させてもらいますね。さあ今日いろんなことを見て聞いて、当時の二さんや地域住民の皆さんの苦労、そしてまた最初にこの瞬間を見たであろうその時の喜びに思いを馳せると、本当に感慨深いものがあります。少し他の角度からも見てみようと思うんですが、放水時間は約15分間。しかし10分を過ぎた頃から次第に水の勢いが弱くなってくるんですよね。まあでもこの放水の役割は、通水管の中に堆積した汚泥やゴミを一掃するために川に流すといういわばメンテナンスの役割だったんですね。放水によって水を運んでいるのかと思っていたこと、いや恥ずかしい限りです。橋の上にもやってきたんですが、こちらは目の前の道の駅通潤橋で橋上見学証というものを町外の方は500円で購入する必要があるんです。いかがですか。この迫力ある放水は今では観光客に楽しんでもらうという意味も大きいのだろうと思うんですが、1年を通して放水日が決まってるんです。興味のある方は説明欄に URL を載せていますのでご参考ください。放水していない時はこんな感じです。ちょっと寂しいかな。道の駅駐車場にはなぜかチョッパーのオブジェがあるので、こんなショットが撮れるんです。キッズたちも喜ぶこと間違いなしです。そしてお昼はこれ、道の駅のレストラン石橋さんにある通潤橋カレー。素揚げした地元産夏野菜が美味しいカレーでした。そして一服の量はこれ、地元矢部茶を使ったソフトクリーム。抹茶系のスイーツはいつも敬遠するんですが、これは美味しかった。さあいかがでしたか。通潤橋、その工事は白糸台地の農民の力も結集されたとのこと。日常の畑仕事もあって、おそらく平野部の農民より2倍も3倍も働いたことでしょう。まるで一つ一つの石を希望として積み上げるように、そして途方もない距離の水路作りもまた困難を極めてに違いありません。とにかく170年も昔にこのような二さんのアイデアと実現に向けた藩や石工集団の調整、また住民の団結、すべての歯車が絡み合って成功した営農インフラプロジェクト。これが国宝ならずしてどうするというように感銘を受けたんです。どうか後世まで語り継がれ、現役のシステムとして伝承されていくことを願うばかりです。ということで今回は勉強になったし、いやすっかり沼にはまったという感じです。通潤橋を見学される際は、橋という構造物視点に加え、その歴史的背景や円形分水、水路の敷設など当時を想像し思いを馳せるのもいいのではないか。いやそうすべきだと思ったんです。国宝としての価値あまりある通潤橋、皆さんもぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。今回も最後までご覧いただき大変ありがとうございました。この動画が良かったと思っていただけた方はグッドボタン、またチャンネル登録いただけますと今後のモチベーションとなります。どうぞよろしくお願いします。ではまた。